違うっていうか、空気が馴染むっていうか。あ、ちょっと2人とも勝手に先に行かないでよ。キャー、ルーちゃんが追いかけてくる。捕まったら肉奴隷にされちゃう。逃げろ。それともルオちゃんがご主人様の肉奴隷になる方がいいのかな。そうはルオちゃんの妹だから、お姉ちゃんをかばって身代わりになってもいいからね。むしろなりたい。ちょっとお二人ともお願いだから、それ以上何も言わないで。おーい、3人ともあんまり先に行くなよ。もうそうかもね。で、ご主人様のルールは早いって言ったって、このくらい声量じゃ子供でも遅いっていうくらいなんだけどな。まあ目的の場所まであと少しだし、のんびりでもいいけどさ。納得できませんわ。そう言われましても。だっておかしいでしょ。どうして私とみゆさんだけが出入り禁止なのですか。この4代にわたって3個を輩出した名門縁一族の私がどうして公共の遊び場であるところの競馬場に来るなどと。それは先ほども説明したでしょ。それが納得できないからお聞きしているんですの。なぜ私とみゆさんだけをのけものになさるのですか。納得できる説明をなさい。ですから、レイハさんたちは目立ちすぎたと言いますか、連戦連勝とかありえないよね。競馬場は勝ちに来るところなのでしょ。勝つことの何が悪いというのですか。それにこの名門縁家の私に目立つのなど、それこそ無理な注文ですわ。お天道様に西から登れと言っているようなものですわよ。もう帰りたい。またやってんのか。レイハも飽きないね。あれ、ご主人様と水お姉ちゃん2人で一緒に。わかった。2人でさっきまで茂みの中で。そういうことするならそうも混ぜてほしかったよ。違う、何言ってんだバカ。ご主人様、ですね。お二人ともちょうどいいところに。お二人からも何とか言ってくださいまし。この諸人の皆様が私の才能と美貌に嫉妬して私に競馬場に入ってくるなとおっしゃるのですの。もうそれでいいですから。でしたら遊ばせてくれてもいいではありませんの。まあ遊ぶだけなら好きにしていいけど、しばらく馬は走らないぞ。はに？競馬場の閉鎖、もう決まったんですか？ああ、さっきシュリやファイレンたちとも話をしてきたところだ。どういうことですの？まさか私
私の楽しみを奪うために。設備もちょこちょこガタが来てるし、馬も走り詰めだと良くないからな。全部なんとかするのに一旦閉めることになったんだよ。なんですの？もうちょっとでね。お馬さんたちも春の季節なんだよ。あら、そうですの？この人反応悪いよ。もうすぐ草原のあちこちでお馬さんが交尾しまくるっていうのに、お馬さんにとってはドキドキだよ。私、馬ではありませんもの。まあそれもあるんだけど、私らも一度清涼に帰らなきゃいけないからさ。はい、姉さんは母様の後を継いだ身ですから。では海藻や他の事情が片付けば、また競馬場で遊んでもいいと、そういうことですわね。それに関してはパイレンに聞いてくれ。はあ？どうしてそこでパイレンさんが出てくるんですの？今の責任者はパイレンだし、レイハたちの出禁を決めたのもあいつだから。は？どうしてパイレンさんですの？あなたたちでどうにもならないなら責任者をお出しなさい。だからその責任者がパイレンなんだってば。ですからパイレンさんでは。もうあなた方ではお話になりませんわ。失礼いたします。あ、行っちゃった。大丈夫なのかな。大丈夫じゃないのは想像がつきますけど。すまんパイレン、あとは任せた。ああ、本当は年に1回清涼のことを決める集まりがあったんだけどさ、今はほら別にご主人様が暗い顔する必要はないんだからな。それはまあいろいろあったけど、そのことがいろいろ落ち着いたので、今年は改めて部族会議が開かれることになったんです。まあ会議って言っても、他の部族の可愛い女の子を探したり、一緒にお茶したり、その先のことだって。だね、そうにはご主人様っていう全てを許したお方が。キャー。まあそういうこと。それに今なら母さんにも胸を張って報告できる気がするからさ。そういえば平和になってからみんなでお墓参りに行くのは初めてだね。ああ、この国も清涼も落ち着かなかったし、ちょっと顔を合わせづらかったんだけどな。まさかご主人様、そうたちのお母さんにも手を。でも親子丼にも興味あったりするんじゃないの？シオンとリリちゃんとか。それならご主人様も一緒に来ればいいじゃない。ってタンポポ、今までどこにいたの？なんかうるさいおばさんがいたから隠れてた。そっか、隠れてればよかったんだ。あなたたちね。そんなことよりさ、どうかなご主人様、一緒に清涼に行こうよ。無理言うなって、ご主人様だっていろいろ忙しいんだから。でしょでしょ。やったー、みんなで清涼に里帰りだ。まったく、遊びに行くんじゃないんだぞ。でもご主人様と一緒の方がお姉様も嬉しいでしょ。それはまあそうだけそしてあわよくば燃えるような一夜を。ご主人様って何言わせるんだよ。
そこだよ、ご主人様。あそこに母さんが座ってるんだ。ここは母さんのお気に入りの場所だったんだ。同盟が成立した後さ、曹操が別のところにもっと立派な墓を建ててくれるとも言ったんだけど、断ったんだ。あたしらは清涼の民、牙の流れる民だ。中央の皇帝や王は大きな墓を欲しがるみたいだけど、あたしらの墓はこれで十分なんだよ。遠乗りに出た時にはいつもここでみんな一緒に休憩したりお昼を食べたりしたんですよ。お母さんの作るお弁当美味しかったな。お弁当のおかずをかけて競争とかしたよね。やったな。母さんも一緒になってさ。大人げないんだよね、お母さん。追い抜かれたら本気になって、いっつも自分が一番になってさ。ああ、いつもその背中を追いかけてた。結局一度も追い越せなかったけど、今なら少しは母さんの背中に近づけるかな。母さん、戦は終わり、大陸は平和になったよ。一族のみんなもこうして元気に暮らしてる。だから何も心配いらない。ゆっくりここで好きな風景を眺めながら休んでいてくれよな。さて、母さんにも挨拶できたし、とりあえず一息ってところだな。少し休憩したら町へ向かいましょう。じゃあご飯にしようよ。いいでしょ、お姉ちゃん。そうだな。まだ昼も食べてないし、そうするか。賛成。ご主人様もいいよね。お母さんの話だったらたくさんあるよ。そうですね、話しきれないくらいたくさん。ご主人様。だったら次に来るときはお世継ぎができましたって報告ができるといいよね。それだじゃない。タンポポも母さんの前で何言ってんだ。おばさまの前だから言ったんじゃない。だって大事なことでしょ。お姉様は梅一族の長なわけだし、ルーちゃんも直系としてはお姉様の次になるわけだし、そうだよね。そうちゃんは
何十人欲しい？そうは騎馬隊が作れるくらい欲しいな。タンポポだってご主人様の赤ちゃん欲しいし、何よりお世継ぎができればおばさまも安心して休めると思うんだよね。まあそれはそうだと思うんだけど。こればかりは天のご意志というかご主人様のご都合もあるから。じゃあ先にそうちゃんやタンポポがご主人様の赤ちゃんを身ごもっても2人は構わないんだね。やったー！そうと決まればご主人様、今から子作りしよう。そうは全然気にしないよ。むしろ逆に燃えるっていうか、お母さんに見守られながら生まれたままの姿で愛し合うっていうのもワクワクして。調子に乗るんじゃない。はーい。とりあえず町へ向かいませんか？国元のみんなも私たちの到着を待っていると思いますから。